Guten Morgen。最近車の免許の試験を始めて31歳ドイツで受けました。ベルリンで運転免許を取る方法と試験の結果や内容とともにどれぐらい費用がかかるかについて実体験をもとにお話しします。これから免許を取ろうとしている方、何から始めればいいかわからない方、ドイツの免許って高いって聞くけど本当って思ってる方の参考になれば嬉しいです。まず最初に一番大事なこと。ドイツの免許はお金も時間もかかります。日本のように合宿で2週間コースはありません。生徒のほとんどが学校や仕事と並行しながら半年から1年以上かけて取得。それが普通なんです。だから時間に余裕があるとき始めること、これめちゃくちゃ大事です。忙しい時期に始めると睡眠も休みも削られて免許が人生のストレスになります。では全体の流れを先にお伝えします。1、教習所を決める。2、視力検査。3、応急救護講座。4、デクラかトフを決める。5、市役所で申請。この順番を間違えると進まないので注意です。ステップ1、教習所探し。免許取得はまず教習所選びから。私は英語で受けられる学校を探したので、ベルリンでも候補が2校しかありませんでした。探す時のポイントはこの5つ。対応言語、予約の空き、対面、オンライン、料金、口コミ。特にベルリンは人口が多く、空きがまずない問題が深刻。問い合わせたら半年待ち、実技は3週間先まで全部埋まりなんていうのは普通です。そして英語で受ける学校は本当に少ない。しかも費用は高め。なので私のおすすめは運転で使う最低限のドイツ語を覚えてドイツ語の教習所に行く。それか日本で取って切り替える。そうする場合はこのビデオ見なくて大丈夫ですね。体験談から言うとドイツ語でのメリットはかなり多いです。費用が安くなる、選択肢が広がる、試験も結局ドイツ語。さらに運転関係の単語は日常生活にも役立ちます。そして何度も言いますが、忙しい時期に始めるのは本当に危険です。私は仕事がピークの時期に始めたので、授業予約も進まず焦ってメンタルも崩れました。もしこれから探す人は Google マップでファーシューレと入れると大量に出てきます。まず近所で候補を探して比較していくのがおすすめです。ステップ2、料金は学校で全然違う。そして驚くのが料金。とにかく学校によって差が大きすぎます。私の場合、見積もりの段階で言われたのが3500から4000ユーロ。初めて聞いた時、車買えるじゃんって思いました。ただ話を聞いていくとこれが普通。ベルリンの相場は3000から4500ユーロです。学校を選ぶ時点で料金を確認しないと後から痛い目に遭います。さらに絶対に聞いてほしい質問がこちら。生徒が1回目の試験で受かる割合、デクラかトフどちらをおすすめするか、クラスと試験の待ち時間はどれくらいか。学校や先生によっては生徒が落ちまくって追加費用がどんどんかかるところもあります。なので安い学校を選ぶより合格率が高い学校を選ぶ。これが長い目で見ると安く済みます。ステップ3、テオリーはオンラインも可能。私の教習所はなんと生徒が多すぎて始めるまで半年待ちと言われました。そこで私は方針を変えてテオリークラスはオンラインで、実技は教習所に通うというハイブリッドに。オンラインテオリーでも修了証明書が出れば基本的に OK ですが、学校によっては受け入れてないので先に確認必須です。私が利用したオンラインテオリーは途中で倒産。あと2コマというところで突然システムにログインできなくなりました。この時点で教習所に相談し、2コマだけ対面で受けられることになりました。そして多くの人が口を揃えて言うのが、テオリーテストはめちゃくちゃ難しい。教習所から専用アプリをもらい、私は答えを覚えるレベルで勉強しました。この難しい理由は、ドイツ語、英語でも表現が難しい、問題文が長い、意地悪な引っ掛けが多い、授業14コマだけ受けてもまず無理。結局模擬試験を何十回何百回と解き続ける必要があります。なのでテオリーは授業プラスアプリ勉強の両方が必須。オンラインのテオリークラスは全部で99ユーロ、テストは1回25ユーロ。これ1回で受かる人はそこまで多くありません。
私の周りだと 2,3 回受けた人は普通にいます。テオリークラスは6月からだいたい11月ぐらいまでで終わりました。私の場合はアプリで3ヶ月ほどその後勉強してからテストに挑みました。ドイツのテオリーテスト、言語は結構多く対応していて以下から選べます。ただ残念ながら日本語はありません。なので多くの日本人はドイツ語か英語で受けることになります。個人的に衝撃だったのがテオリー試験会場の雰囲気。ベルリンの場合、小さな部屋に10人くらい入る環境で1人ずつ iPad で回答をしています。最大45分間使えますが、10分20分で終わる人もいるのでかなり出入りが激しい。荷物や声、椅子の音などかなりざわざわしていました。試験室イコール静かという日本のイメージだとギャップがあります。集中力かなり必要です。試験時間は最大45分。視力検査と応急救護講習、この2つは場所によって大きく料金が変わります。私は探し続け視力検査0ユーロ、応急救護25ユーロで受けられました。でも場所によっては2つで100ユーロなんていうところも普通にあります。なので必ず比較してから予約すること。視力検査は約数十分、応急救護は約半日で終わります。どちらも予約が必要です。市役所で免許申請、必要な書類が揃ったら市役所で免許申請します。テオリーテストの前に行ってください。申請に必要なのは通う教習所が決まっていること、視力検査の証明書、応急救護修了書、デクラかトフを選択していること。申請費用は49ユーロ。ここで注意したいのが、申請後1年以内にテオリーテストに合格しないと無効という点なので、おすすめはいつテオリークラスが終わりそうか目安を立てる。そのタイミングでテストの前に申請する。これで焦らず余裕を持って進められます。そして最近ドイツでは運転免許取得費用が高すぎる問題がニュースで頻繁に報道されています。政府が制度見直しを検討している段階で、まだいつどう変わるかが決まったわけではありませんが、受験料、実技レッスン費、システムの複雑さ、こういった部分を改善する可能性があると報道させられています。なので急ぎじゃない人は少し様子を見るのもあり。そして最後に初めての運転免許テスト、絶対受かると意気込んでいました。ただ結果は不合格。しかもテスト1回だいたい500ユーロかかります。テストに落ちるのはもちろん辛いけど、お財布にも痛いかなりなダブルパンチでした。しかもなんと落ちた理由がドイツでおばあちゃんを引きそうになる。こんなことあるんですね。この十字架のところで右に曲がるとき、右の後ろのブラインドスポットは自転車が来ないかちゃんと見たのに、おばあちゃんは見ませんでした。というよりも、そんな人いたって試験官に言ったら落ちました。そりゃそうか。次はおばあちゃんいたけど遠かったから曲がったって言えば、もしかしたら受かってたのかななんて。こっちのテスト本当に難しいです。今の時点での免許費はこちら。今日のドイツ語はシャイセ。クソってこういう時に使うんですね。